新しい機種がですね、出たさなか、私はいつまでも壊れるまでこちらのヒーロー6ブラックの方を使っていこうと思いますけれども、一番安値で2480円ぐらいで売られていたような気がするんですけれども、どれだけの映像が撮れるんだろうというところがですね、試してみるのが面白さを感じている変態人間なんですね。はい、皆様こんにちは。本日はですね、GoPro Hero 6ブラックを使いまして元ブログの方を行っていきたいと思います。今年はですね、GoPro から新しいカメラの方が発売されまして、ミッション1シリーズということで、今回巻き返しができそうなカメラかどうかというのは実際に市場に出回ってみないとわからないですけれども、それでもですね、1年の期間を経て発売されたということですから、ある程度期待してもいいんじゃないでしょうかね。あとは今まで GoPro でネックだった部分というのをですね、改善できていれば、評価の方も今まで悪かったのが普通になるのではないかなと。そんな新しい機種がですね、出たさなか、私はいつまでも壊れるまでこちらのヒーロー6ブラックの方を使っていこうと思いますけれども、ちなみにですね、GoPro のお家芸、熱による強制停止というのがですね、もしくはフリーズですね。このヒーロー6は今のところ、フリーズは1回あったんですけれども、強制的な熱停止というのはなかったですね。一応ですね、原因と言われているのが、音声なんですよね。GoPro に関しましては、音声設定で、ステレオと、もう一つ、何だったかな、なんか風切り防止みたいなものがあるんですけれども、それともう一つ自動とかっていうのがあるんですね。それを自動にすると、熱停止しやすいということをどこかで見かけてですね、私はステレオというモードにしているんですけれども、そちらにしておきますと、今までこういったような元ブログですとか、あとは歩きの撮影ですとか、というような、夏日という30度超えの日とかですね、というのでも、今のところ、熱停止したことはないんですよね。先ほどお話しいたしました自動設定にしていると、便利ではあるんですけれども、そういった不具合が出てしまうと、余計な負担がかかってしまって、そこが熱源になってですね、そして最終的には熱暴走というような感じで、映像をフリーズしてタッチしてもボタンも何も受け付けないと。ですから最終的にはですね、バッテリーを強制的に抜きまして、電源を落としたりとかしなければならないんですけれども、今までそういう経験がこの機種に関しましてはないので、かなり使いやすいんですよね。その設定のおかげなのかどうかは分かりませんけれども、以前使っていた GoPro Hero 7 Black、これはもうちょっと壊れてしまったんですが、こちらでもですね、同じく熱停止の方がなかったんですよね。設定はステレオ設定ということで変わらないんですけれども、ただし、GoPro Hero 10、こちら現在所有していて、たまに使うんですが、Hero 10はですね、同じ設定にしていても、熱停止するんですよね。ダメじゃんって感じなんですけれども、だからヒーロー10は、ヒーロー6に比べて手ブレ補正の方は非常に優秀なんですけれども、使いづらいという部分でですね、あまり出番がないんですよね。どちらかと言いますと、こちらのヒーロー6の方が出番多かったりするんですけど、撮れる映像はですね、ヒーロー10の映像好きなんですけどね。
ですから頻繁に使いたいんですけれども、その強制的な熱停止というのが許してくれないんですね。ヒーローセブンブラックは結構重宝していたんですよね。手ブレ補正はこちらのヒーロー6よりも効きますし、スーパースムースという機能がですね、初めて搭載された機種なんですけれども、そのおかげでですね、かなり安定した映像が撮れたんですが、そして歩行撮影なんかでも、しっかりと撮れていたりいたしましたから、そういう点ではですね、何かカメラ持ち出して撮影しようという時には、ヒーローセブン持ち出し多かったんですよね。ヒーローセブン壊れてしまった時には、でもショックでしたね。で GoPro の Q&A とか見ますと、バッテリーを長い間外していたらですね、中にある、メモリー電池といいますか、それが放電してしまって電源が立ち上がらない時があるということなので、その場合はですね、バッテリーを24時間差し込んだ置いたままにしておくですとか、給電の USB を挿しておくですとか、というようなことが書かれていまして、それをですね、実行したんですけれども、何も変わらず、結局ですね、うんともすんとも動かなくなってしまいましたので、現在は分鎮化しておりますけれども、GoPro の有料会員だったので、確か1万だか2万だか払いますと交換ができるような感じのことが書かれていたんですけれども、しばらくほっといたらですね、対象機種から外れてしまいまして、交換もできなくなっちゃったんですよね。すごくショックなんですけど、あまりにも気に入っていたものですから、もう1台ですね、中古で購入しようかなというふうに探していたりもしたんですよね。その時にどうしようどうしようって、いやでもどうせ買うならというふうに思いまして、今まで使ったことのなかった DJI アクションシリーズというもので、考えてみようかなと。それでしたら、どうせ買うならやっぱり新品かなと。でも、お高いよりはお安い方がいいよねっていうことで、当時は Osmo Action 3と Osmo Action 4がですね、販売されていたんですけれども、当然、旧モデルになりましたアクション3の方がお安くなっていて、Amazon ですとかですと29,800円だか28,900円だかぐらいで販売されてたんですよね。で、アクション4の方は当時44,000円になったんですね。お値段の差が結構ありましたので、これは、アクション3かなというふうに思いまして、いろいろとアクション3と4の違いをですね、確認してみましたところ、こちらの GoPro Hero 6も7もなんですけども、たまにジャイロフローというですね、手ブレ補正専用のソフトウェアがあるんですけども、それを使うんですが、それがアクション3対応になってなかったんですよね。で、あれれと思いまして、どうしようどうしようと考えておりましたら、アクション4の方は対応になっていると。じゃあ、アクション4の方にしようかということで購入したのはですね、アクション4だったんですけれども、今でもですね、GoPro Hero 7 Black でしたり、あとは Osmo Action 3なんかはですね、あれば使いたいなというふうに思いますけれどもね。特に新品にこだわっているわけではないので、中古でも古い機種に関してはいいんですけれどもね。いやー、そろそろ桜咲かないかな。もう、本州の方では気温も高いですし、桜も咲いてますし、安価な中華アクションカメラをですね、わざわざ中古で購入しようとは思いませんけれども、
メジャーメーカーのカメラであれば、中古でもですね、十分使えると思いますので、そして古くなってもですね、手ブレ補正能力は高いですし、あと、撮れる映像もですね、なかなかいい感じに撮れてくれますから、メジャーメーカーの中古品はありっちゃありなんですよね。アクション3ですとか、ヒーロー7の方、使いたいですね。アクション3はですね、多分ヒーロー7よりも、物はいいと思うんですよね。物というのは、中古品ということではなくて、何の音だ？あ、戦闘機が飛んでるのか、すごい音するなと思ったら、今現在ここはですね、千歳なんですよね。なので空港が近いので、そういうこともあるでしょう。話がとっちらかってますけど、物がいいというのがですね、ヒーロー7よりも、高性能という感じでしょうかね。ヒーロー7を購入する時もですね、初代のオズモアクションと悩んだんですよね。性能、機能的にはさほど変わらなかったとは思うんですけれども、どうして GoPro の方を選んだかと言いますと、画角が広かったんですね、GoPro の方が。画角の広いカメラが欲しかったので、選んだカメラというのは GoPro Hero 7の方だったんですけれども、実際に使ってみてですね、まず一番驚いたのはやっぱり手ブレ補正能力ですよね。それからでしょうかね、結構アクションカメラというものに興味を持ってですね、買い漁るようになりまして、ただ、GoPro ですとか DJI を買い漁るとですね、毎年発売されるわけですから、ということは毎年2台買わなければならないので、そんなお金はないわけですね。で、買い漁っていたのは、中華アクションカメラ、お安いものなんですけれども、そうするとですね、中には、おやおや、これは結構使えるんじゃないのかなというようなものもあるんですよね。そうするとですね、喜びもひとしおで今回は当たったぞと。で、買い漁ってるうちにですね、あ、これはいいぞと。これは悪いぞというような目利きができるようになってきまして、買い漁っている後半にはですね、比較的自分の欲求を満たしてくれるようなカメラの方を購入できるようになったんですよね。当時はですね、お値段がお安かったということもあって、皆さん YouTube にアクションカメラの紹介ですとか、映した動画をアップされている方多かったんですよね。3000円、4000円とかで売られてたカメラですからね。さすがにそこまで高性能は皆さん望んでいないと思いますけれども、私はその中でですね、クロスツアー CT7000 というカメラの方が欲しかったんですよね。一番安値で2480円ぐらいで売られていたような気がするんですけれども、今でこそスペックはですね、FHD30 フレームが最高画質というカメラにはなるんですけれども、そして当然ながら手ブレ補正の方はついておりませんので、手ブレ補正なしのアクションカメラでもいいかなっていうふうに思いますし、今はですね、安価な中華アクションカメラと言いましても、やはりまともに使えるものというのはですね、1万円以上いたしますし、数年前のようにですね、もう何て言うんでしょう、子供のおもちゃですよね。子供のおもちゃ価格で大人が遊べるというようなカメラでしたから、そのうちですね、手ブレ補正が搭載している機種がどんどん増えてきまして、
それに合わせてといいますか、値段の方がですね、5000円、7000円、9000円、1万2000円、1万5000円というような形でですね、どんどん上がっていくわけですね。当時はそういうような多くの人たちが子供の価格カメラで遊んでいたわけですね。なんでしょうね、私が中華アクションカメラ、お安いものですとか、購入して遊んでいるというのはですね、GoPro ですとか DJI とか使って、当然手ブレ補正はすごい効きますし、映した映像は精細感、解像感素晴らしいですし、そうで、あとは画角が広いですからね。そういう面では非常に素晴らしいアクションカメラだなというふうに思うんですが、中華アクションカメラはですね、チープではあるんですけれども、あれ、これ意外と使えるぞっていうようなものがあったりですとか、あと、あまり使えなさそうなものでも、こんな感じで使えば使えるかなっていうようなことを試してみたりとかですね。そういう面白みを感じている変態なものですからなかなかですねやめられないと言いますか、他の人からはですね、いや、そんなの最初から、DJI とか GoPro とかインスタ360とか買って、それだけ使っときゃいいじゃんって言われるんですけれども、それとはまた違う面白さなんですよね。で、あとは、こういったようなですね、今現在撮影で使っております GoPro Hero 6、古い機種にも惹かれてしまったりするんですよね。当然同じ GoPro であっても最新型の方が、映像の方は綺麗ですし、安定しているということは分かってはいるんですけれども、この機種、このぐらいのもので、どれだけ使えるんだろうと、どれだけの映像が撮れるんだろうというところがですね、試してみるのが面白さを感じている変態人間なんですね。いい道だ。目的地まではあと15キロぐらいと表示されておりますので、どのぐらいかかるんだろう。時速30キロ、1時間に30キロだから、30分で15キロ。あと30分ぐらいかかるということですね。このままですね、撮影の方を続けていてもいいんですけれども、現在話したいことも少なくなってきましたので、黙りこくってしまうことが多くなると思いますから景色をですね、楽しんでいただくという点ではいいかもしれないですけど、奥の方に山が見えるんですね。その山にはまだ雪の方が残っていたりいたしますので、そこまでワープしてみましょうかね。同じ風景ばかりですね、続いておりますのでそろそろですね、この辺で動画の方は終了したいと思います。そして、目的地に着きましたら、また別の動画としてですね、アップしたいと思います。というわけで、最後まで見ていただきましてありがとうございました。